2チャンネルの名作スレを肉声のナレーションとセリフでお届けします。ほっこり感動すること間違いなしです。2012年にこんなスレが立ちました。ニートで仕方なく始めた飲食店のバイト。お腹を空かせた少年との出会いで彼らの物語の歯車が動き出す。ニートの俺にいきなり息子ができたのだが、俺どうした？飯食うか？少年。書きためなし、寝落ち勘弁。気になる。はよ書いてや。引率ニートだ。飛び級したとはいえ、大学院まで行かせてもらって、ニートとか親不孝などは自覚してた。実家でゴロゴロ。夏、ばあちゃん家へフラッと行くと、ちょうど神社祭か何かをやっていた。祭りに行って、その辺のおっさんらと話してみた。すると彼らは、この辺は飯食う店がねえんだよな、と口々に言う。聞けば、老夫婦がやっていた店があったんだが、奥さんが倒れて閉めざるを得なくなったらしい。ばあちゃん家へ帰り、ばあちゃんにその話をした。その店は味はそこそこで安価、それなりにいいお店だったらしい。あんたどうせ働いとらんなら店やんなさいよ、と冗談を言われたけど、ふといいかもしれないと思ってしまった。翌日その店に行ってみると、なんやかんやあって俺が従業員って形で店を再開するのも良さそうだっていうことになった。奥さんの世話があるからおっちゃんは今まで通り働けるわけじゃなかったが、その分俺が頑張ることで話がついた。お店をやっていただけあって仕入れとかパイプは問題なかった。ニートが就職した話？おっちゃんにいろいろ教えてもらいつつ、資格も取りつつ、何回目かの夏になった。飲食店の厨房は灼熱地獄。汗だくになりながらも店をやっている日々。その頃にはおっちゃんが出られない時は一人でやるようにもなってた。俺が一人の日、客足も落ち着いた頃、少し涼もうと外に出てタバコを吸ってた。すると一人の少年が店の前で立ち止まった。その時の少年は物欲しげな顔をしてた。小さくお辞儀をすると少年は走っていった。ニートから就職とかシンデレラボーイかよ。数日後、また俺が一人の日、またタバコを吸いに外に出ようと扉を開けると、また少年がいた。おう、どうした？申し訳なさげな顔をしてじっとしてる。別に子供が好きとかそんな性格はしてないけど、さすがにそんな表情をしている子供をほっとけなかった。あまりもんでよければ食うか？少年の顔が一瞬明るくなった。おっと思う間にまた申し訳なさげな顔になる少年。当然余り物なんかあるわけはないんだけど、つい口をついて出た。まさか虐待されてるわけじゃないよなとか嫌な考えが頭をよぎった。伸びてヨレヨレの T シャツに暗い表情。話しかけても反応は薄い。俺じゃなくてもこの少年が恵まれた家庭の子ではないだろうってことはすぐに想像できたと思う。とりあえず入んな、ほら。少年は躊躇している。余りもんで金は取らないから安心しなよ。ごめんなさい。心底申し訳なさそうな顔をして戸惑いながらも店に入った。嫌いなもんある？何でも食える？コク。なかなかめんどくさい子供だと思った。とりあえずカツ丼を作った。作ってる間、少年はずっとそわそわしていて、やっぱり帰るって言い出しそうだから目を合わせないようにしてた。作ってから気づいたけど、子供用に少し少なめに作ればよかったと思った。余ったら俺が食うかと思ってそのまま出した。少年は椿を飲み込みながらまじまじとカツ丼とにらめっこしていた。なかなか食べようとしない。早く食べないと冷めちゃうよ。ごめんなさい。ようやく食べ始めた。
食い切れなかったら残していいからな。とは言ったものの、少年はものすごい勢いでカツ丼を平らげた。見た限り食べ方も汚くないし、箸だって正しく使えてた。普通虐待されてるような子なら箸の持ち方とか教わらないんじゃないのかなとか思ってたから意外だった。食べ終わった少年は少し明るい表情になってた。腹いっぱいか？いつも昼飯食わないの？お母さん仕事だから。そうか、またいつでもおいで。でも余ったら捨てちゃうんだし、食べてもらった方が助かるんだ。店の外に少年を送り出すと、しっかりお辞儀して歩いていった。その夜、おっちゃんに少年のことを聞いてみた。この辺に男の子いるよね。男の子？小学低学年くらいの。いやー、よっちゃんとこのまさきしか知らねえや。痩せてておとなしい？いやー、デブだな。もう高校生だしな。おっちゃんひでえ。しかもなんで高校生の話してんだよ。まさきわらくっそわろたわら。どうやらまさきがこの辺じゃ最年少らしい。あとは赤ん坊しかいないらしい。つまりおっちゃんネットワークにはあの少年の情報はなかった。虐待があれば田舎ネットワークは一瞬で広がるはずなのに、翌日少年は来なかった。仕事も終わっておっちゃん夫婦と飯食ってると、あ、俺たち明日からいないから店頼むぞ。どっか行くの？かみさんとハワイ行ってくる。明日急すぎだから。まあお前だって大丈夫だろう。いや、まあ多分。じゃあ頼んだ。2週間一人ぼっち確定。翌日またタバコを吸いに外に出ると少年がいた。もしかして昨日も来てた？気まずそうにしているとこを見ると昨日も来ていたようだ。まあ入んなよ。戸惑いつつも店に入ってくる。やっぱり食べるつもりで来てるらしい。さすがに1回食べてると少し会話もできるようになった。母さん仕事の日は毎日昼抜き？夏休みだから。普段は給食だな。朝と夜は？お母さんいるときは食べてる。いないときは抜きか？うちはお金ないから。今北さんよ。高学歴ニート棚ぼた就職省に誘拐。やめろ。そんな感じでほぼ毎日のように食べに来るようになった。どこに住んでんの？〇〇、この前引っ越してきた。はあ、なるほど、親の仕事でか。父さん？お父さんいないからお母さん。そっか、母さん好き？好きだけどちょっとうるさいかも。うるさいか。母親ってのはそういうもんだ。割とよく喋る子だってことが分かった。お互いに干潮とかするほど仲良くなったある日、混んでいてくそ忙しい時に珍しくギャルギャルしい女が店に来た。はい、いらっしゃい。ちらっと見ると金髪ロングに色白で目鼻立ちがくっきりしてる。見る人が見れば美人というかもしれないが、一目見て分かった。こいつは嫌いなタイプだ。だってギャルギャルしいんだもん。お互いに感情とかわらどんな仲間で発展してんだよわら。子供の遊びだぞ。大人の感情じゃないからな。ギャルギャルしいのは席にもつかず、一瞬ドキッとした。モンペ来た。確かにギャルギャルしいのの横には少年がいる。会ったばかりの頃みたいな申し訳なさそうな顔をしてる。今忙しいから食べないんなら後にしてください。食うのかよ。忙しいんだよ、空気読めよ。少年が来たのはいいけど親が来やがった。他の客も大半が知った顔だし、極力おとなしくしてたかったが、おいおい、お前どこでこんな綺麗な姉ちゃん引っ掛けたんだよとか言ってくる土方の親父とのたまうおばちゃん。
頼むから黙っててくれ。ちなみにたけちゃんってのは俺だ。たけちゃん頑張って。再婚フラグとか許さないよ。カツ丼ができて持っていくととか言ってきた。まだ忙しいんでと断り、少年とも目を合わせずに対応した。で、間もなく客も減り、余裕ができるとギャルギャルしいのが寄ってきた。まだ忙しいんでってわら普通とか言うんじゃね？だってギャル嫌いなんだもん。関わりたくなかったんだもん。ギャルやるしいのは何歳くらい？20半ばか後半かと。この子が今まで食べた分もまとめてお支払いします。少年はうつむいている。おそらくうちのことを話して怒られたのだろう。カツ丼2つで1700円です。今までの分はこれで足りますか3万出してきた。今までも何もお客さん今日が初めてじゃないですか。ゆうたがお邪魔していましたよね。ゆうたさあまさきしか知りませんが、でもいつもこの子がこちらで来てません。大声出すなら早くお帰りください。ギャルギャルしいのはぐぬぬと言いそうな顔で少年の手を引いて帰っていった。少年はとても驚いた顔をしてた。少し悲しそうでもあったかも。ギャルギャルしいのと少年が帰った後、ギャルギャルしいのざま飯うまとか少しテンション上がってた。金払う意思を見せたところは普通の責任ある親じゃないか。そうだよな。何このイエメン。見た目はさておき、割とちゃんとした人かもしれないが、俺はそんなことどうでもよくて、ギャルギャルしいだけで同じ空気を吸うのが嫌なほどギャルが嫌いだ。だいたいギャルって響きからして不潔っぽいし、ギャルってけばいし臭いしうるさいし、言い出せばキリがないほど嫌いだ。まあそこはいいか。数日後、なんと少年が来た。追加するならギャルと関わってプラスになったことがない。お、どうした？お金いらんよ、余り物だし。でもお金払わないのは泥棒だってお母さんが。貯金箱をそのまま持ってきたようで、リュックからドカッと貯金箱を出した。何円ですか？泣きそうな声で言われても困る。虐待跡とかなかったん？人によるのはもちろんだけど、シングルマザーだと子供にはしっかりした感覚を身につけてほしいって思うらしいね。これで足りますか？とか、タメ口でケラケラしてたのにまた敬語になってるし、財布と貯金箱も丸ごと差し出されても困るし、多分それじゃ多すぎるかな。お詫びの分もだからいらないって。でもそれじゃ泥棒って。少年は泣き出してしまった。分かったよ、じゃあ50円。少年の出した財布から50円もらってあとは返した。それで今日も食べるだろ。でもお金今日も入れて50円もらったんだけど。食っとけ。母さんにはお金払ったって言っとけ。俺イケメンすぎ笑えない。食い終わって帰り際、また来いよ。いいの？母さんには内緒にするかお金払ったって言っとけよ。それでまたバレた時少年が叱られるのはかわいそうだけど、飯食えない方がきついよな。なんて正当化してる俺はきっとダメな大人なんだと思う。カツ丼食いたくなってきた。こういう人が世の中増えたらいいのにな。前日に仕事終わってから常連たちと朝まで麻雀をやったから、起きるともう夕暮れ時だった。タバコを買いにコンビニまで行った帰り、自転車に乗ったギャルギャルしいのがいた。仕事帰りだったのか、化粧は薄めだった。でも金髪だったから、クソ女来たこれ状態。顔をよけてすれ違うことにした。あ、お店の方ですよね。声かけんなよ、どぐされ女なんて言葉を飲み込んだ。まああの子がまたごちそうになったみたいでお金払ったって言うんですが。ちゃんともらいましたんで、それじゃ。
あの子、ここでうまくやっていけると思いますか？さあ、俺ももともとここの人間じゃないんで、それじゃ。私たち最近こっちに引っ越したばかりで。聞いてます。頑張ってください。それじゃ。ここまで行って逃げた。というか、無理やり切り上げて歩き始めた。困った顔したギャルざま。今夜のおかずにしてやるぜ、ひゃっはーくらいに思った。そういえば少年は8月になってから引っ越したって言ってたし、夏休み明けから登校するとか、前は広島にいたとか、野球したいけどきっと道具高いしとか言ってた。確かに夏休み中に引っ越してきて学校にもまだ遊ぶ友達もいないだろう。母親も仕事で不在ならなおさら寂しいだろうな。うちの常連に学校関係者いなかったかななんて考えてるうちにギャルの困り顔をおかずにするのを忘れてた。で、結局おかずにしたの？俺は実家に連絡してもう使ってないグローブやバットを送ってもらうよう頼んだ。少年野球やってた頃のグローブなら少年でもサイズ的に問題ないだろう。やたらと思い出だからと物を取っておく両親にやや感謝。グローブボロいけど、数日後にまた少年が店に来た。今日暇か？うん。なんかあるのかと少年は少しキラついた顔をした。じゃあ食ったら公園に行こう。うん、でもお店は？おっちゃん少し外れていいよね。おお、夕方までには戻れよ。親か。で、飯食い終わってから2人で公園に向かった。ほら、ボロいけどよかったら使いな。あ、グローブ。キャッチボールするぞ。おお。いざ始めてみると見事なお釜投げ。多分初めてなんだろう。投げ方を簡単に教えると若いだけあってそれなりに見れるようになった。1時間くらいしてやめた。それやるから持って帰れ。俺もう手入んないし。やったー。学校始まったらそれで友達作りな。学校いつから？あさってから。不安？うん。3日も通えばなれる。たけちゃんに惚れた。マジでイケメンすぎて困っちゃうな。女がほっとかんでほんま。顔面崩壊してるけどな。翌日、はい来ましたギャル。少年を引き連れて、開店時間きっちりのご来店。営業中の札かけに行ったら店の前に張り込んでやがりました。昨日グローブをいただいたみたいで。俺もう使えないんで。すごく喜んでるんです。本当にありがとうございます。いえいえ、ギャルギャルしいのはそれだけ言いに来たらしい。今日もキャッチボールしようね。うい、じゃあ3時に公園な。たけちゃんマジでいい人。その日キャッチボール中にギャルギャルシーノの職業が看護婦だと聞いた。看護婦で金髪とかダメだろう。夜勤とかあって一人の夜もあるらしい。前までは学童保育のとこに泊まってたらしいが、こっちに来てそういうのがないから一人らしい。じいちゃんばあちゃんいないの？いるよ。こっちにいんの？カナダ。は？カナダ。マジか。なんでもじいちゃんがカナダ人、ばあちゃんはカナダと日本のハーフ。しかもギャルの金髪は地毛らしい。とんでもねえ一家だった。ハーフとか友達にいないぞありえん。父親のことはさすがに聞けなかったが、ギャルギャルしいのはおおむねカナダ人だった。4分の3がカナダ人。父親が日本人だとしたら少年は8分の3カナダ人。やけに目鼻立ちくっきりだと思ったらそういうことか。カナダには戻らないの？英語わかんないよ。カナダに行くつもりはないらしい。引率なら英語できるだろ。向こうのジジババと会話できるように教えてやれよ。3クォーターの看護婦と羨まけしからんな。翌日、少年は学校で仲良くやれてるかなとか考えながら時間が経ち、夕方になった。店の扉が開いたと思うと少年だった。しかもめっちゃ笑顔。
よう、今みんなでキャッチボールしてたの。友達できたか？うん、でもみんな家遠いんだ。この辺は町から離れてるからな。まあでも学校楽しくなりそうだろう。うん、ありがとう。あいよ、またそのうち来いよ。それからはたまに少年が店に顔を出し、遊んできただの、宿題たくさん出ただの話したり、キャッチボールしに行ったり、飯食わせたりしてた。昼間でも涼しくなってきた頃、休みだったのでばあちゃんと飯食いに行くことにした。孫にご飯食べさせてもらうなんて初めてだよ。なんて言いながらしわくちゃになるばあちゃん。何回か飯食いに行ってんのにボケ始めたんだろうか。飯食ってその辺プラプラして図書館で休憩して帰るかなって頃には3時半頃だった。たまたま通り道だった小学生の前を通り過ぎると、たけちゃん、声の方を見ると少年だった。隣にはギャルギャルシーノがいる。ギャルラルシーって書いてて疲れないか？予測変換だから余裕のよっちゃん鈴木いか。今日参観日でお母さんと帰るんだ。そりゃよかったな。たけちゃんのおばあちゃん？そう、うちのボス。お人形さんみたいな男の子だね。綺麗なお顔をして、いつも息子がお世話になってます。みたいなごちゃ混ぜなやりとりがあって、たけちゃんも一緒に帰ろうよと少年親子と途中まで一緒に帰ることになった。ギャルシーに惚れそう。たけちゃんマンに惚れるすれ。道中、ばあちゃんとギャル、俺と少年ってな具合に自然と並んでた。というか少年が俺の横に来て勝手にそうなった。俺が少年の話を聞いている後ろでは、我が家のボスによる人生相談室が開催されていた。そしてなんかあったらうちを頼りなさい。いえ、そんな、でもありがとうございます。まあ、うちにはこんな老いぼれと TT しかいないけど。おいババア、嘘吹き込むなよ。ギャルギャルシーノを笑ってんじゃねえ。これが釣りでなくて、ほんとならたけちゃんのばあちゃん。おもろいなう。そんなばあちゃんも今は？ばあちゃん。ああ、さっきから友達との長電話止まんね。てか結局ギャルラルシーノは本当はラルじゃないんだろ？見た目以外はね。そのうちと少年宅との分かれ道についた。それじゃ私たちはこっちなんで。あら、そうかい？じゃああんた送ってやんな。いやいや、ばあちゃん一人じゃん。女性と子供だけにする方が危ないんだから。いや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 。ほら、言った言った。結局ギャルギャルシーノと少年を送ることになった。3人の帰り道。いいおばあさんですね。ただのお調子者ですよ。でも羨ましいです。たけちゃんみたいな家庭。はあ。すみません、たけちゃんとしか知らなくて、お名前聞いてもいいですか？のりたけです。あ、のりちゃんじゃないんですね。たけの方を取られるのはこっち来て初めてで。でもそういうの良いですね。ケラケラ笑うとこは少年の母親だなって感じだ。一応言っとくけど名前は偽名だからな。なんやかんや少年宅に着いた。今日はありがとうございました。いえいえ、ばあちゃんも言ってたし、なんかあればいつでもどうぞ。ありがとうございます。助かります。たけちゃんバイバイ。じゃあな。あと一応言っとくと DT じゃないんで。あはは、わかりました。お前で？なんでギャルは最初イメージ悪いの？そう感じるの俺だけ？たけちゃんが個人的にギャル嫌いだから、先入観もあっただろな。よく考えてみるんだ。若いくせに変な化粧ばっかりして、自分から肌をボロボロにしどこそこ構わず騒ぎ立て何か言えばすぐに切れて、嘘を平気で噂と称して広め、特定の人物を貶める。俺はこう思ってる。そりゃ全部が全部そうとは思ってないけど、上二つは大抵のやつに当てはまる。これでいい印象持てという方がおかしい。確かにその通りだ。
でもお菓子と一括りにしてもチョコもクッキーもあるんだし、そこまで堅くなに線引きしなくても、気持ちはわかるようでも内心バカにしている節はある。それ以来ばあちゃんも少年親子を気にかけるようになって、親戚から何か送られてきたらお裾分けと言って俺をパシリに使ってた。それで冬が近づいてきた頃、夜少年から電話があった。たけちゃんお願いがあるんだけど。おう、どうした？今日お母さん夜勤なの。そうか、じゃあ一人か？今からたけちゃん家行ってもいい？ああ、なるほど、いいよ。本当に？泊まってけ。一人だと寂しいだろ？やったー、じゃあ今から行くから。いや、俺迎えに行くから待っとけ。でも、待っとけ。わかった、待ってる。少年宅へ着くと玄関に座って待ってた。とりあえず明日の準備をさせて母親に連絡を入れさせた。飯は済ませたようだが風呂はまだみたいだった。道中少年はやけにテンション高かった。俺もお泊まり会とかはやけにテンション上がった記憶がある。子供ってのはそんなもんなんだろう。家に着くとばあちゃんも歓迎モード。お腹減ってないかとか何かと質問攻め。風呂で少年はやたらにはしゃいだ。広い広いと言ってずっとニコニコしてた。そんな広い風呂ではなかったけど、アパートに比べりゃいくばくか広いかもしれない。布団に入ってからも突然小さく笑い出したりと、とにかく騒がしかった。無意味に俺を呼んでは何でもないというムーミンのみたく。翌朝少年を自宅まで送って学校へ向かうのを見送ってから店に向かった。店を開けて間もなくギャルギャルしいのが来た。夜勤明けだからか疲れた顔をしてた。仕事メイクなのに目元がクマで暗い。昨日あの子がお世話になりました。いえいえ、お仕事お疲れ様です。なんとお礼を言っていいか。お礼はいいけど何か食べます？あ、そうですよね。じゃあ生姜焼き定食を。はーい。夜勤明けなのに割とがっつり食うんだなとか思いながら厨房に下がって作り始めた。おっちゃんは新聞読んでる。働け。たけちゃん優しくなったな。今さら気がついたんだけど働いてるから現時点でニートじゃなくね。つまり、ひも級？たけちゃんひもだったのか。チャイマンガナデンガナ。完成したものを持っていくと、ギャルギャルしいのはテーブルに突っ伏して寝てた。夜勤ってのはきついだろうから起こすのも忍びない。まだ混む時間でもないし、そのまま寝かせておくことにした。カウンター席だし、客が来ても邪魔にならんだろうし。ある程度混んでくるとギャルも目が覚めた。もごもごとすみませんとかなんとか言ってるけど、それでも目は開ききってない感じ。帰るというのでそのまま送り出して厨房に戻った。たけちゃんやるやるなお姉さんの子供に懐かれる。次の客が来た時、おーいたけ姉ちゃん寝てるぞ。店に入るなり声を張った常連。呼ばれて行ってみると入り口のすぐ横に座り込んでギャルギャルしいのが寝てた。肩をゆすって起こそうとすると、すみません。大丈夫です、大丈夫です。と繰り返す。仕方ないから常連に手伝わせて店の奥に運んで寝かせた。背が高いからか細い割に重かった気がする。その日はひどかった。伝言ゲームみたく話が広がって、俺がギャルギャルしいのとできてるだの、薬を持って遅起きだっただの。冗談とはいえ田舎の人間はえげつない噂話が大好物だ。生きる糧と言ってもいい。こんな田舎に金髪ギャルが引っ越してきたわけだし、数ヶ月経ってみんなギャルギャルしいのを知っていて何者なんだと気にしていた。客足も落ち着いた頃、様子を見に行くと、若干の服の乱れ方といい寝顔といい、床に広がった金髪といい、
俺は新たなおかずをまぶたの裏に焼き付けた。よっぽど疲れてたのか全く起きない。確かに麻雀やった日もかなり眠いわけだし、ましてや仕事ともなれば納得できなくもない。太ももくらい触ってもいいよなとか思ったりもした男だもの。ご近所ネットワークってやつだな。田舎なところに定食屋とか建てて暮らしてみたいな。ギャルギャルしいのが起きないまま夕方になった。少年が友達と遊んでから帰宅する時間はだいたいいつも同じなので、その時間に店に顔を出さなければ直帰してるだろう。ましてや今日は母さんが夜勤明けで家にいるはずだから、その時間を見計らって電話をかけた。やっぱり少年は家に帰ってた。店に母親がいることを伝え、少年を店に呼ぶ。今日いると思ったのにいなくて、まだ仕事してるのかと思った。職場からまっすぐここ来たみたいだな。そんで寝た。もう起こしていいよね。いいんじゃないか。少年が声をかけると、ギャルギャルしいのはすぐに起きた。あ、ゆうたおかえり。ごめんなさい。私寝ちゃって。いいよいいよ。夜勤って大変そうですし。本当にごめんなさい。なんやかんやで少し早いけど、せっかくだからと親子揃って飯を食っていくことになった。食い終わってそのまま2人仲良く帰った。帰り際にギャルギャルしいのから昨日のお礼と今日のお詫びをされた。それからはほぼ夜勤のたびに少年はうちに泊まりに来た。ムーミンの AA みたいのも最初の頃で落ち着き、普通に来てくつろいで寝て、なかなか平穏な日が続いていた。クリスマスイブ、ちょっとそれが揺らいだ。だけお前いい年なんだからクリスマスくらい彼女と出かけろ。彼女なんかいねえよこんちき。今日はもう店閉めるから帰れな。まあ今日は客も来ないか。だろ、たまには早帰りもいいだろう。おっちゃんもこう言ってるから、いつもより早く帰ってゴロゴロしてた。リア充なばあちゃんもババ友とクリスマスパーティーらしい。帰ってきた頃にはもういなかった。自己処理でもするかと思ってるとベルが鳴った。俺を訪ねてくる人は稀なので、ばあちゃんの客だなと思い玄関へ向かう。玄関を開けると少年が立っていた。しかも泣きながら。どうした？今日泊まっていい？いいけどなんで泣いてんの？だってとさらにしゃくり上げる少年。母さんいないのか？お母さんはいる。そうか、まあ上がりな。家に上がると居間で正座してまたしくしくと泣き始めた。どうせ親か友達と喧嘩でもしたんだろうなと思ったから、とりあえず泣き止むまでほっとくことにした。案の定間もなくギャルギャルしいのからメールが来た。やっぱり少年と喧嘩したらしい。理由までは聞かなかったけど、なんか静かになったなと思ったら泣き疲れて寝たらしい。ストーブついてるから寒くないと思うけど、一応タオルケットをかけておいた。日も沈んだ頃、少年が目を覚ました。喧嘩したんだって？まあよくあることだからな。たけちゃんもお母さんと喧嘩するの？喧嘩どころか包丁で刺されたからな。刺されなかったろ？じゃあなんて言われた？まあ聞き出すと、今日は一緒にケーキを食べる予定だったと。でも急に仕事が入ってしまう。少年がごねて、親子で揉めて、なんやかんやで、たけちゃん家に生まれたかったと。そしたら、じゃ出ていけ。もう知らない。ということらしい。母ちゃんいるけど冷たくなって動かないのかと思った。とりあえず無事でよかった。事の顛末をなんとなく言い終わると、少年は泣きながら、お母さん泣いてた。お互い様だな。でもお母さん泣いてるの2回目。1回目は？多分お父さんがいなくなった時。
正直言って聞かなきゃよかったと思った。一致が包丁で刺された件くすく。母さんうざい。なんですって？ザク。って感じ。事件じゃんかわら。僕小さかったからわかんないけど、お父さんいなくなってから母さんずっと泣いてた。それを覚えてたからお母さんのこと大事にするって決めたのに。お母さん怒ってるかな。明日謝れば許してくれるだろ。本当にたけちゃんも一緒に行ってくれる？家の前までな。一緒に謝ってくれない？お母さん泣かせたの言うただろ。ちゃんと一人で謝りな。わかった。じゃあ家の前までね。その日は帰ってきたばあちゃんと3人で普通に飯食って普通に寝た。翌朝少年に起こされた。たけちゃん携帯鳴ってるよ。あ、朝早くにすいません。朝っぱらからギャルギャルしい声だ。ゆうた、そっちにいますよね。はい。今から迎えに行きますんで。冬の朝6時とか眠すぎるんですけど。たけちゃんはかわいい。まあ上の方に祖母がカナダのハーフってあったからかわいいんだろうな。ちなみに小学校何年？たけちゃんは一致だぞー。たけちゃんは顔面崩壊のイケメンだよ。母さん迎えに来るって。謝るのに。じゃあ来た時に謝れば。たけちゃんもいてくれる？いてあげない。ケチ。ほどなくしてベルが鳴った。玄関にはギャルギャルしいの。ご迷惑おかけしちゃって。まあとりあえず中にどうぞ。お邪魔します。とりあえず居間に通す。居間が一番暖かいから。で、少年に居間へ行くように促す。しぶしぶ居間に入っていく少年。俺はとりあえず台所でばあちゃんと一緒に朝飯を作ることにした。いや、私が気になっているのはですね、いきなり息子ができた話ってとこですよ。いいですか？嫁と息子ができた話ではなく、いきなり息子ができた話ってところです。何かしらの悲劇を想像せざるを得ない。嫁と息子ができた話がスレタイだったら俺はスレ開かなかっただろうよ。息子のみだったから面白そうだなと思ったわけで。ギャルが大嫌いあるあるし完全にフラグだったわけか。30分も経たないくらいで2人揃って台所に来た。2人の表情を見ると無事解決した様子。とりあえず朝飯を食べさせると2人で帰っていった。年末30日正月は店も休みだからたまに帰省するかなと荷物をまとめてたら少年から電話が来た。一緒に初詣行こう。母さんと言っとけ。たけちゃんも一緒に行こうよ。うちばあちゃんいるからな。じゃあばあちゃんも。とここで電話がギャルギャルしいのに変わった。わがまま言ってごめんなさい。元気そうでいいと思うけど。お正月は親戚で集まったりする予定？予定はないけどこっちに人が来るのは2日以降だろうな。もしよければみんなで年越しでもと思って。ちょっとばあちゃんに聞いてみる。久しぶりにおせちでも作ろうかと乗り気なばあちゃん。いいって。おせち作るって張り切ってるから適当な時間にうちに来たらいいよ。やった。おせち作るの手伝いに早めに行きます。翌日昼前に2人が来た。おせちやら年越しそばの材料を4人で買いに行くことになった。俺は荷物持ち要員。ばあちゃんは賑やかな年越しは久しぶりだよといつもより嬉しそうだった。手早く物を選んで会計へ。ギャルギャルしいのが払おうとしてたけど、ばあちゃんが皆様からいただいた年金だから還元しないと罰が当たると言ってばあちゃんが払った。ばあちゃん偉いな。結構変わり者だぞ。何よりリア充だし。帰宅すると女2人は早速台所に行った。いわく
今日の台所は男立ち入り禁止とのこと。暇だから少年とプロレスやったり、冬休みの宿題を見てやったり。少年は国語も算数も得意らしい。しかも勉強が楽しいとかいう宇宙人だ。試しに英語教えてやるかと聞くと目をキラキラさせてた。英語を教えてもらうだけで目をキラキラさせてたとか。勉強嫌いの俺にはなかったわ。夕飯はちょっとしたオードブル。おせちは元日。大人は酒を、少年はジュースを。ばあちゃんは早々に久しぶりに働いたら疲れた。と言って自室へ向かった。ばあちゃんも初詣行くだろ朝に友達と行くから夜は若いので行っといで。う。まあ年寄りに夜更かしはきついだろう。9時を過ぎたあたりで少年も電池が切れてきたようで急におとなしくなった。眠いか？大丈夫。初詣の時間になったら起こしてやるから少し寝ときな。絶対起こすから。わかった。と居間の片隅にタオルケットで寝かした。真冬の夜にタオルケットか。ストーブガンガンやで。俺とギャルギャルシーノの2人になった。酒を飲みながらなんやかんやと話して少年の話になった。あの子こっち来るまですっごくおとなしい子だったんだ。へえ、確かに最初は喋んなかったな。それが今では友達もいるし家でもよく喋るし。いいことじゃん。悔しいなって。何が？私たけちゃんに嫉妬してるんだ。離婚した時絶対に子供はまっとうな人間に育てるって決めて、片親だからって絶対周りは悪く言うからそんなの関係ないってくらい大事にして、私は何言われてもいいけど子供だけはしっかりさせようってやってきたのに、たけちゃんに会ってからだよ。内向的だったのに急に明るくなって、友達だってすぐに作っちゃうし勉強だってするようになっちゃったし、やっぱり片親ってダメなんだなって思っちゃった。子供じゃなくて親がダメなんだって。多分ゆうたはたけちゃんを無意識に父親に見立ててるんだよ。それでたけちゃんと会ってから急に中身が成長したんだと思う。だからたけちゃんに嫉妬してるってことを止まらずに喋ってた。ギャルギャルシーノだってギャルギャルシーノなりのプライドがあって、いつもキリッとしてバリバリ働くぜみたいな感じだと思ってたら弱音吐きまくってるし、金髪で気強そうでもやっぱりそういう不安あるんだなって関心というか納得というかなんか安堵感みたいなものを覚えた。母親の私より近所の兄ちゃんの方があの子を成長させてるんだよ。たまたまそういうタイミングだっただけだって。それでもそれ親からしたらちょっと寂しいよ。気にしすぎだろ。なんか自信なくなっちゃった。私ってあの子にとって本当に必要なのかなって。そういうのはキリがないから考えない方がいいよ。私はちゃんと母親やれてるのかな。立派な母親だって。飲むと良くない方に向かうらしい。キスするの？ねえキスするの？ワクテか。キスするの？ねえキスするの？ワクテか。8歳か。どうしても気になることがある。常識はありそうなのに、そもそもなんで食事を与えなかったのか。交代勤務で時間まちまちだって、例えばおにぎり作るとか、最悪パン買っておくくらいならできるでしょ。子供の食事って一番大切なのに残念すぎる。食事がなくてもお金を渡されてこれで買いなとか言われてたんだと思う。ただ子供にしたら一人で食べるより家族や大勢で食べたいと思う。そんな時に食堂で働いてるたけちゃんに出会い、自分のことを気にかけてくれるもんだから子供にしたら最高でしょ。結局初詣に出る時間まではギャルギャルシーノは弱音吐きまくりでかなり弱々しかった。そろそろ時間か？あ、本当だ。
ゆうた起こさなきゃ。パシパシと自分の顔を叩いて気合い入れてる。ゆうた、初詣行くよ。ん起きないとたけちゃんとお母さん2人で行っちゃうよ。起きる。寝ぼけ眼の少年を連れて外に出ると、さすがに寒くて目が覚めたよう。神社には田舎だけあってまばらに人がいる程度。出くわした常連にはかなりいじられたが、適当に受け流した。おみくじを引いておみきをもらって雰囲気を楽しんだところで帰路に着いた。途中少年宅によって着替えとかを用意。家に着いて風呂に入るだの入らないだの、綺麗な体で新年を迎えようってことで結局入ることになった。少年が母親と入るとか俺と入るとか言ってみんなで入るとか言い出した時はさすがにお断りした。立ってしまったらえらいこっちゃ。最終的に俺と少年で入ることになった。もう何度か一緒に入っているのでちゃっちゃと上がった。次にギャルギャルしいのが風呂に向かった。女の人ってのは風呂が長い。待ってる間に少年は寝落ち。そろそろ起きてるのきついなって頃にギャルギャルしいのが上がってきた。濡れた髪が色っぽい。あ、待っててくれたんだ。一応ね。ちゃっかりくつろいちゃってすみません。くつろいでもらえて何より。ゆうたは寝たよ。あ、もう3時か。俺も寝るわ。客間に布団敷いてあるから。ありがとなんで同じシャンプーと石鹸なのにいい匂いがするのか。さすがに年明け早々抜くのはやめといた。翌朝そこそこに起きておせちをつっついた。ゆうたにはお年玉をあげた。5円玉をポチ袋パンパンに入れてやったら飛び跳ねてた。まだ金の価値がよくわからない子供は楽。適当にぐだぐだ過ごして夕方2人は帰っていった。ギャルギャルしいのは翌日早番らしい。少年は残ると言っていたけど帰らせた。なんかあんま家にいさせるとギャルギャルしいのがまた無駄に悩みそうだったし。5円玉をポチ袋パンパンにわらわら。うちと少年親子が集まったところで4人だからやかましくもならないし、帰ってちょうどいいくらいになるから何かと集まって過ごすようになった。店のおっちゃんとか常連からは本格的に嫁とか息子ってからかわれるようになった。ある日土方の兄ちゃんな常連がいた。たけ、今日合コンあんだけど行かない？どこで？町、車出すから急に一人増えたんだよ。店終わってからなら。よーし、じゃあ7時に迎えに来るから。こっち来て初合コン。ドキ胸湧くてか。おっちゃんの行為で早帰りしてオシャンティーに着替えて臨んだ。男の顔ぶれは土方3、公務員1、飯屋1。会場となる店にはもう女性陣が待機してた。顔ぶれはゴスロリ1、バグベア4。どうもならん。でもそこは土方連中のノリの良さで、まあ久しぶりに若い雰囲気を味わったような気がする。特につながりもできなかったので内容省略。一つ言えるとすれば、腕の産毛を剃らない人は嫌いじゃないがガチ系はあかん。剛毛なのに肌弱くてカミソリ負けするわ。脱毛クリームで荒れるわの人もいるから堪忍して、自分は真夏でも肌露出しないよう努力して生きてる。皮膚科でレーザー脱毛すればオケ10万くらいかな。反省会。みんな正直すまんかった。なんか臭かった。ゴスロリ足臭かった。バグベア A の老けやべ。腕毛がエスキモー並み。みんな思うところがあったよ。後日ギャルギャルシーノたちがうちに来て、ばあちゃんと少年が寝てからその話をした。ギャルギャルが切れるのかわらワクワク。へえ、楽しそうだね。相手には申し訳ないけどしんどかった。へえ。へえ。何？別に？書いてたら気づくけどこれもうあれですやん。嫉妬されて翌朝2人が帰るとき、
ギャルギャルしいのはゆうた、それじゃあとゆうたが。力強く言って帰ってった。まあちょっとした余談でした。4月、まだ寒いけど日差しが心地いい日。少年の学校は始業式。昼過ぎのまだ忙しい頃、やたらと携帯が鳴ってる。発信元は知らない番号。最初は無視してたけど、あんまりしつこいから出た。はい。あ、ゆうた、ゆうたが。なんか泣きながら叫んでるけどギャルギャルしいのだった。取り乱してて何を言ってるかよくわからなかったけど、どういうわけか少年が病院にいるらしい。それも状態がよろしくない。電話を聞いてたおっちゃんが気を利かせてくれたから、とりあえず病院に急いだ。もう泣きそう。少年どうした？病院に着いて受付で少年とギャルギャルシーノのいるところを聞いた。病室にいるみたいで、そこに行くとベッドに寝た少年と傍らでうつむいているギャルギャルしいナース。ギャルギャルしいのが俺に気づいて立ち上がった。目は真っ赤でまだ泣いているよ。今にも倒れそうなギャルギャルしいのが弱々しく状況を話した。始業式の帰り、車にはねられたらしい。頭を打っていて意識不明。CT を見る限り脳に損傷はないようだけど、足を骨折、打撲すり傷多数。喋ってる最中泣き崩れるギャルギャルしいの。結局どうしようもなくある程度そこにいると、ご近所さんってだけど呼んじゃってごめんと言われ、今日はもう帰っていいよと促された。どうなっちゃったの？すれたい息子になったってことは死んでないよね？おー、落ち着けお前ら。大丈夫だ、きっと大丈夫だから落ち着け。お前が落ち着けよよよ。言うた。ギャルギャルしいのは病院に泊まったらしい。翌日病院に行くと病室には2人。このまま目覚まさなかったらどうしよ脳は大丈夫なんだし起きるよ。う。この子がいないと私生きていけないよ。大丈夫。それより寝てないんじゃないの？私どうしたらいい？どうしたら目覚ますの？ひとまず休みな。俺が見てるから。それでもどうしようどうしようってつぶやいていた。大丈夫なのか？大丈夫であってくれー。2人で少年のベッドの横で並んでた。するとギャルギャルしいのは少年との思い出を話し始めた。どこへ旅行に行ったとか、何を食べたとか。それでも少しすると、どうしたらいいのという。トイレに行きたくなって立ち上がると、どこ行くの？ちょっとトイレ。帰らないでね。一人にしないで。すぐ戻るから。絶対。何分？気が動転してて少し危ない感じになってた。面会時間も終わる頃、医者が来た。ギャルギャルシーノの病棟の医者なようだ。鈴木さん、今日は帰った方がいい。大丈夫です。帰りなさい、体壊す前に。結局返されることになった。今日泊まりに行っていい？いいよ。ありがとう。ちょっと一人にはなりたくなくて。明日には目覚ますよ。夜風呂も一人が嫌だとか言い出した。さすがに脱衣所にいるってことで勘弁してもらった。交互に風呂に入り、部屋に戻るまでずっと話してた。この子がいないと生きていけない。ってのが大げさじゃなく、それだけ心の拠り所だったよ。寝る時まで一緒だった。なかなか寝つけなくてずっと喋ってた。数時間しか寝られずに朝。おっちゃんに無理言ってその日も休んで、ギャルギャルしいのと病院へ行った。状況は相変わらず。返事はなくとも何度も少年に話しかけてた。昼過ぎ頃、眠くてうとうとしていると、ゆうた。ものすごい声がした。少年が目覚めたよ。ちなみに俺の目も覚めた。慌てて少年を見ると、目は開いてるけどぼーっとしてる感じだった。ゆうた。ゆうた。ゆうた。ギャルギャルしいのが少年の肩をゆすった。だんだん激しくなったのでやめさせた。目は覚ましたものの、放心状態な少年を目の当たりにして、
ギャルギャルシーノはまた泣き崩れた。俺もどうしていいかわからず、二人にかける言葉も見つからなくて棒立ちになってた。何分そうしてたかわからないが、少年が喋った。お母さん足痛い。ギャルギャルシーノも俺も驚いた。ギャルギャルシーノはまたさらに泣く。少年が俺に気づいた。たけちゃん全部痛い。おお。俺も動転しててまともに返事できなかった。意識を取り戻してからは早かった。みるみる元気になって、いつもみたく笑顔。ただ、入院生活はつまらなくて嫌そうだった。少年が起きて、ギャルギャルシーノも落ち着いた。取り乱しちゃってと謝られたけど、むしろおかずをたくさんいただきありがとうございます。少年回復したのか、よかった。少年も無事退院したから、回帰祝いとお裾分けを兼ねてハムを少年宅へ持って行った。酒をもらってしまい、ついつい泊まることになった。少年は早いうちに寝た。これはかれこれ20年前の話。たけちゃんの子になった少年がニートになり突然息子ができる話が本番。なんだっておそらく息子になるのはまさき。まさきって誰だっけ？デブ高校生。ギャルギャルシーノが早速ハムを軽く料理して酒のつまみにした。程よく飲んでつまみもなくなった。自分で持ってきといてなんだけどうまかった。わ、私はもっと美味しいよ。え？冗談冗談。ジョニーがアップを始めた。食器片付けるかってことを言うと、自分がやるからお風呂どうぞって勧められた。それも悪かったから、俺が洗っとくから先に入るように言うと、一緒？そうそう、一緒嘘だけど。一緒でもいいよ。いや、入んないよ。一緒の方が節約なるし。結局一緒に入ることになった。もちろん期待してなかったといえば嘘になる。大いに期待していた。うおー、急展開わら。いきなり一緒に風呂かよわら。一緒に食器を洗っている時と言ったら、初めて風俗に行った時のようなドキドキ感。さらになんか無言。真横に立ってみるギャルギャルシーノの顔はかなり整ってた。化粧も落としていて、それでも濃いめの洋風顔。俺はもともと夏穂みたいなのがドストライクなんだけど、どうやらギャルギャルシーノに毒されたよ。片付けも終わって、お互いぎこちなく、じゃあとか言う。さすがになんかただの仲良いめのご近所さんってだけで、一緒に風呂は良くないよなと思って、それとなくなかったことにしようとした。そしてなんやかんやで付き合うことになった。なんやかんやは本当になんやかんやあって、めんどくさいし書いても賛否両論ありそうだから省略。この日は結果的に風呂は別々。寝る時も少年を挟むような形で就寝。ジョニーは開店休業。なんやかんやが多いやんか。なんやかんや翌朝、少年に起こされると、向こう側のギャルギャルシーノと目があった。むずがゆいような感じ。でもなんか嫌な気持ちじゃなかった。っていうか、なんでこんなに暑いわけ。クソ暑いなこの野郎。なんやかんやのとこが一番知りたかったりするんだがわら。なんやかんやってなんや。やんやかんやのところも聞かせてくれ。朝少年と一緒に出発しようとしていると、ギャルギャルシーノに呼び止められた。まあつまり付き合ってるんだからちょっと待ちなってことらしい。付き合ってるってことでいいんだよね。多分。煮え切らないな。キスとかさ。で、まあキスをして少し話して俺も店に向かった。それからはどこかに出かける頻度も増えたし、少年が寝たもしくは不在の時は行為もした。そんな感じでしばらく経つと、だいたい3人でいることが多くなった。というか、だいたいどちらかのうちに集まってた。ある日、珍しくうちにばあちゃんと2人の時、また珍しく真剣な顔したばあちゃんがいた。
あんた、りえちゃんとはどうするのさ。どうって何が？りえちゃんだってもう若くはないんだから。早く結婚してやんなさい。結婚して家に住まわせた方が何かといいでしょいや、ちょっとそれはまた今度。突然の話でかなり焦った。いいばあさんやな。いいばあちゃんだ、さすがリア充。そんなことがあってややしばらく店のおっちゃんが経営会議だと言ってきた。うちの息子がな、こっちに来いって言うんだ。やったじゃん。だけお前店やれ。どうせ店なくなったら仕事ねえだろ。そうだけど。よし決定。来月から息子とこ行くからよろしく。息子にやらせろよと言いたいのを飲み込んだ。仕事なくなるよりいいかなくらいのノリで半ば無理やり承諾。経営者じゃねえかわら。ニートどころか店長じゃんわら。なんやかんやが気になる。なんやかんやとはなんや。最初は大変だったが常連にも助けられてなんとなくやり方が分かってきた。精神的な面に関しては少年親子にかなり助けられた。どんなにへこんでもギャルギャルしいのにできるよ大丈夫って言われたら不思議と本当にことが進む。店も落ち着いた頃、いつものようにギャルギャルしいのといた。少年はすでに寝ていて、俺たちも別室で横になってた。ギャルギャルしいのが俺に乗っかってきた。何難しい顔してんの？ちょっと悩みというか迷いというか話してみて。と言ってキスしてくる。いや、そんな悩んでるんなら今日はやめる？結婚する？今言うの？ダメ？私恥ずかしいじゃん。プロポーズされるっていうのに一人だけやる気満々で。そこも好き。連れ子がいる。バツイチ。いろいろとこんなんだけどいいの？と質問攻めにされたが、そんなことは全部考えた上での答えなわけで、何と言われようと気持ちは変わらなかった。再婚だから一応披露宴とかはやらず、俺の身内がちょろってうちに来て顔見せくらいにした。ギャルギャルシーナの身内はカナダだからさすがに無理だった。いつの間に出れたわら。結婚してからも特に生活は変わった感じはせず、少年もギャルギャルシーノも相変わらず。タケちゃんと呼ぶし、ギャルギャルシーノは看護婦辞めないし、変わったといえば2人の名前くらいだった。そのうちで娘もできた。おう。娘。かわいいだろうな。少し年の離れた兄弟になったが、少年は妹を猫可愛がり。娘が生まれた翌年、ギャルギャルシーノの乳がんが発覚。発見は遅く転移しているようだった。薬の副作用もあって日に日にこけていく。肌は白を通り越して青白い。ここから打つ展開ないよな。ハッピーエンド望む。おい。タイミング良すぎ。いや悪すぎだろ。なんだかすまん一瞬嫌な予感感じたから。うわマジかよ。急展開すぎだろ。打つ展開やめてよ。発見から10ヶ月後、俺は独身になった。今度は子持ち。しばらく店を開ける気にもならず、毎日ぼーっとしてた。でも子供たちは元気だ。笑顔で妹の世話をする少年に満面の笑みを向ける娘、二人を見守るばあちゃん。俺は置いていかれたみたいだった。うわー、たけちゃん。マジかよ。毎日元気な子供たちを見ていると、さすがにこれじゃダメだと思ってしまう。明日から店開けるかな。本当に？僕最初のお客さんになる。ゆうたは学校あるだろ。じゃあ朝早くお見せしよう。僕とマリが最初のお客さんね。なんだか少年は俺が店を開けるのを待ってたかのように反応した。それからはすぐに立ち直った。たまにギャルギャルシーノの写真や手紙を見て泣いたりしたけど。マジか。ゆうた。そして
ギャルギャルしいのが亡くなってから24年。今度は俺が癌になった。肺がん。タバコを吸ってなければもっと子供たちと一緒にいられたのに。娘の花嫁姿を見られないのは残念。たけちゃんまで。ニート何年前だ。は？時間軸どうなってんの？はい、というわけでおしまいです。イッチイコール俺たけちゃんって設定で書いてはみたものの、最後めっちゃ駆け足ですれたい虫でちょっとめちゃくちゃですね。釣り宣言。話の大筋はギャルギャルしいのとたけちゃんの日記手記からです。細かいとこはゆうたの記憶や私の想像妄想です。今更ながら半分くらい釣りでした。娘？じゃあ一致はマリ？もしかして娘か？どこまでが本当の話なんだろう。なんかすみません。イッチはたけちゃんの娘です。ゆうたの種違いの妹です。まさかこんなに伸びると思ってなくて。適当に書いて適当に終わろうと思ってたんで、なんかすみません。いいよ、楽しかったよ。あんたのお母さんみたいに強く生きてね。あんたは隠して両親なくしてんのか。大変だったな。式か。どうあれたけしゃんはもういないんだな。まさきはどうなったの？待て、娘ならなんで生前のことがこんなこと細かにわかるんだ？半分釣りっていうのは会話や細かい部分が嘘っぱちです。大まかな中根は2人の日記や手記に嘘がなければ本当です。つまりたけちゃんの娘である私が両親の日記手記を見て、それに想像妄想を混ぜ込んでここに書きました。ちなみにゆうたは結婚してお店やってます。定食屋というより喫茶店というか、その中間というか。詳しく書かないけど、それなりに人が来るようです。今いくつで何してるの？22で OL してます。そこは看護師設定にしとけよ。看護婦です。兄さんいなかったら、両親の出会いなかったんだよね。兄さんによろしく。あんたの親父さんは、なんやかんやでここでも愛されてしまったよ。親父さんやったな。〇〇ダッシュデイ〇〇。まさきが気になって寝れない。想像上の人物です。30年前に引率ニートだと？無気力人間だったっぽいです。本当は実家も追い出されたようです。ゆうた兄ちゃんは元気か？10歳くらい離れた兄か今でも仲いいの？ご両親の冥福を祈るでもいい兄が残ってよかった。ありがとうございます。兄も仲良いですが、姪が可愛すぎて可愛すぎて。22歳ってことはたけちゃんが亡くなったのは最近ってこと？そう、夢中です。お疲れ。すごいたけちゃんの愛されっぷりを感じたよ。前すれで俺も惚れたしな。20年は一緒にいたんだろうから、会話の感じとかはあんな感じなんだろうな。たけちゃん。娘さんもたけちゃんみたいな良い男と出会って素敵ライフを送ってほしい。一致は今、幸せなのか？不幸じゃないけど幸せでもないです。これから幸せになってくれよ。一致は苦労したのご両親じゃのう。出会いってすごいたけちゃんみたいないいやつと結婚してね。そうか、たけちゃんがイケメンなのは娘さん視点だから余計に。実際の父はぐうたらでしたけどね。もしかして結婚の予定があるの？その漢字読めないです。いやー、難解ですね。たけちゃんとやるし、一致の母ちゃんは大恋愛だったんだね。あえて自慢するほどでもないですが、両親大好きです。夢中って、ほんと最近なんだな。じゃあお母さんとの記憶はほとんどないのか？ないです。残念なことに。ということはやるしいのは30代前半。たけちゃんは50ちょいくらいで亡くなったのか。いい人っぽいのは早く言ってしまうのもだな。寡黙な昭和の親父って感じだったんだろうな。竹は晩年の父はさながら適当男でした。一致の顔はハーフ
ぽい？まあそうですね。ドラマってあるもんだねおつー。亡き故人を忍んで思い出話に花を咲かせるのが本当の供養。いい娘を持ったな。タケシャンダッシュオウム。俺たちのまさきが架空の人物だと。最初から読んでたが、まさかの展開に驚き。ご両親のご冥福を。一致に幸あれ。ギャルラルシーノって呼び方も日記に書いてあったの？最初はあの女で途中からリエになっていましたね。ちなみに母も兄も私も父をタケちゃんと呼んでいました。一致お寿司合わせになれよさて、カツ丼食うか。最後泣けたけど、書き切ってくれてありがとうお疲れ様。いい話だった。一致もお兄さんも定期検診行くんだよ。驚くべきことに、イッチは実は娘のマリだったんです。ユータとの出会いがなかったら、タケちゃんとギャルギャルシーノの感動的な物語はなかったことでしょう。この物語を通して、血縁を通り越して愛の深さ、大切さを改めて知ることができました。最後に余談ですが、みんなも定期検診に行って気をつけましょうね。コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。また、この動画の評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。